小説家凪良優の初期 BL 作品を新装版として復刊。シリーズ第1弾は未完成というニュースを聞いて、個人的にお気に入り作品の話をしたいと思います。本屋大賞受賞の名作もありますが、今日は BL 縛りで。このチャンネルは BL の話ができる友達がいない私の備忘録です。チャンネル登録をして興味のあるテーマの動画を選んで見に来てくださると嬉しいです。こんにちは、K です。皆さんは凪良優先生の小説はどれが一番好きですか？非 BL 作品も含めて全て持っているので、現在入手できない作品があることを知ったのは遅かったのですが、新装版として復刊されるニュースを聞いて楽しみにしているところです。以前別の動画で積み木の恋の新装版とコミカライズ版を購入した話をしました。同じ本の新装版を購入する目的は、追加された未発表のショートストーリーが入っているためで、どうしても2人のその後を読みたくなるので未完成も買います。私が初めて凪良先生の作品を読んだのがこの未完成でした。一冊読んで面白ければそこからは作家買いです。未完成、高校生の瀬名海斗と英語教師の阿南圭の話。瀬名がある夜、いつものようにクラブに遊びに行くと、その日はゲイナイト。そこで教師の阿南を見かけ、興味を持ったところから始まる話。父親の浮気で家庭崩壊。何をしていても誰と遊んでいてもつまらないと感じていた瀬名にとって、阿南の存在が大きくなっていくが、自制が利かない未成年と分別のある大人、教師と生徒、男性同士、何重にも障害のある2人の行き着く先は、切ない話に引き込まれる作品です。この作品はドラマ CD にもなっています。当時の古いデータを整理しつつ、今のスマホに入れて久々に聞いてみました。時代を感じる。これは瀬名役の前野智明さん、阿南役の遊佐浩二さん。遊佐さんの受けが好きで迷わず買ったのですが、正直なところもったいなかった。当時の小説原作 CD はかなりコンパクトにカットされて、これはじっくり2枚組でやってほしかったという印象でした。悪くないですけどね。遊佐さんの泣きの演技はさすがです。2冊目の新装版には CD に入っていたショートストーリーともう一つ収録されています。今回の新装版で3冊目なのですが、さらに書き下ろしがあるとのことなので3冊目もまた買います。次に復刊が決まっているのはバラ色じゃない。これも良かったです。20歳で出会って恋に落ち、すれ違いが重なり5年で別れた阿久津と水野の15年間の話。すれ違っていく2人の心情描写が秀逸で苦しい。2人の視点を交互に、別れた後に再会して友人として支え合っていく関係が丁寧に描かれています。これは男性同士に限らず仕事を持つ女性にも共感しかない話です。恋愛犯、これも復刊が決まっている初期の作品です。私は未完成の後に読みましたが、ある日再会した旧友が記憶を失っていた。実はセメ君は記憶を失った受君のストーカーだった過去があり、それを隠してという話。気持ち悪い攻めが好きという凪良先生のその後に通ずる作品ではないでしょうか。ど執着、溺愛攻め、シリアスで切ないというか苦しいというか、犯罪者なのに攻めに感情移入してしまう作品でした。未完成より前に発売された初期の作品では、この「花嫁はマリッジブルー」が先生のデビュー作になるのでしょうか。大学生の麻生匠には双子と間違えられるほどそっくりの姉がいた。顔とスタイルの良さだけが取り柄の美香は、旧家族で名門ホテルの御曹司朝倉と玉の腰婚することに。麻生家は皆大喜びだが、匠だけは朝倉が姉に愛情を抱いていないのを知って激しく憤る。だがその冷酷さが複雑な家庭環境のせいだと分かり、姉の婚約者にもかかわらず匠は朝倉に惹かれてしまいという話。姉もまた問題を抱えていて、複雑な背景に引き込まれる作品でした。 CD 化されていて、これも久々に聞いてみると時代を感じるという。続編の「花嫁は今夜もブルー」と合わせて当時何度か読み返した作品です。初恋姫、これは可愛い話でサクッと読んだ印象です。他にも復刊が決まっている作品を紹介します。愛の話、愛する人を亡くし、彼の9歳の息子と当てのない旅に出た。子供と2人の逃避行は
続くわけもなく、2人の旅は悲劇的な結末を迎える。それから10年、時をかけ3人の思いが絡み合う不思議な愛の物語。それぞれの思いが本当に切ない。泣きました。瞬きを3回。幼なじみで恋人の篠宮亮が事故で亡くなって2年。斎藤一花は山間の田舎町で一人静かに暮らしていた。一日の終わりには亮の住んでいた家に行き、その日の出来事を彼に語りかける。孤独を紛らわす一花の習慣だった。ある日、幽霊になった亮が立っていてというファンタジー要素強めの作品です。先生が描く孤独と切ない中にある重厚な物語で、単純な恋愛ものやファンタジーではないところがさすがといった感じです。ショートケーキのいちごには触らないで。これはタイトルを聞いただけで泣きそうになる話です。タイトルからは想像できない壮大な SF 小説です。人口減少に伴いさまざまな仕事をドールと呼ばれるアンドロイドが担っている世界線。中には裏ドールと呼ばれる恋人としての身体機能が備わったアンドロイドがあり、そのオーナーになることに憧れる少年たち。大学生になった南里テルは偶然流れてきた不遇の裏ドールを貯金をはたいて引き取ることに。シンと名付け、身の丈に合わない高額な裏ドールと一緒に暮らすためにバイトに励み、ドール好きが集まるサークルの仲間との関係や、その後の激動の時代、別れと再会という簡単な言葉では表すことができないほどの引き込まれるストーリー展開に涙が止まらないです。ショートケーキのいちごには触らない。序盤でタイトル回収した後、これには後半で2度号泣でした。ドラマ CD 化されていて、これはもう原作と合わせて神作品です。南里役に野島博文さん、新役に竹内健さん。入手できるならぜひとも聴いてほしい一作です。ドールサークルの仲間阿部陳を主役にしたスピンオフ、これも合わせて読むべき神作品でした。タイトルの意味が分かった時、涙が止まらなかったです。なぎら作品の幅の広さには脱帽です。積み木の恋、ショートストーリーが読みたくて購入した新装版。これは別の動画でも話した作品ですが、恋愛詐欺師蓮と総合病院長男の加賀谷の話。加害者と被害者の関係はそのままいられるはずもなく、展開が秀逸で切ない話でした。新装版の短編で徹がパン屋でバイトをしていることに嬉しくなってしまいました。アンプチに。このパン屋はお菓子の家の舞台です。お菓子の家、これは夜明けには優しいキスをのスピンオフ。どちらも大好きな作品です。夜明けには優しいキスを。なぎら先生の描く孤独はひたすらしんどい。バイト先で理不尽な扱いを受けた要をかばってくれたのは新人の浩平だった。以来浩平は構ってくるが要は拒否し続ける。実は要には恋人がおり、しかも他人には言えない秘密を抱えていた。甘んじて自分の悲惨な現状を受け入れている要が浩平によって少しずつ溶かされていく。その要の恋人である加瀬弘明のスピンオフがお菓子の家アンプチに。要と別れてリストラされた加瀬が出会ったのは元ヤクザでパン屋のオーナーアギ。そこで働くことになったところから始まる話。加瀬の闇を包んでくれるアギとの出会い。不愛想で人との付き合い方がわからない弘明にとって戸惑いばかりの中、火事でアギと同居することになったが、優しくされるほど依存してしまい、要といた頃とは全く違った意味での執着を見せる加瀬の変化に、最後には心が温かくなる話でした。先生のポストで知った重版がかかったという6作品、どれも好きすぎる。恋愛前夜、お隣同士で家族同然の幼なじみ、漫画家を夢見る時男を応援していた夏目。ひょうひょうとして無口だけれど夏目にだけは心を許す時男。お互いがいればそれで世界は十分だった。しかし高校生の時、とある事件で相手の親の力で時男の方が処分され、それをきっかけにプロを目指して上京を決意。上京前夜、一回きりでいいと懇願されてついに体を重ねるが、それで夏目を諦めて上京した時男。連絡は途絶えた。時男を追うように高校を卒業して上京した夏目だったが、時男には恋人ができていてというひたすらしんどい展開。
このドラマ CD も神作品の一つでした。時代役の小野友樹さんと夏目役の寺島拓磨さん。夏目の心情がずっと苦しくて聞いていてつらい。時代の恋人、漫画家のヤコ先生のスピンオフが求愛前夜。ヤコ先生と担当編集の工藤の話。ヤコ先生の救済ストーリーです。これは楽しく読めました。ヤコ先生と工藤も出てくる同じ世界線にある作品。おやすみなさい、また明日。これは私的には凪良先生の作品の中で一番好きかもしれません。何度読んでも毎回泣いてしまう作品です。俺はもう誰とも恋愛はしない。ほのかに恋情を抱いた男から衝撃の告白をされた小説家のつぐみ。10年来の同棲していた恋人に振られ傷ついたつぐみをアパートに置いてくれた作太郎はつぐみの作品を大好きだという一番の理解者なのに、どうして戸惑うつぐみだが、そこには作太郎が抱える大きな闇があってという話。今日の大切な思い出も明日覚えているとは限らない記憶障害の青年と臆病な作家の純愛。一緒にいられなくても作太郎のための短編を書き続け、最後の最後は号泣です。ドラマ CD も神作品です。作太郎役は古川誠さん、つぐみ役は松岡義嗣さん。松岡さんの泣きの芝居も本当に好きすぎる。ひたすらしんどいので元気な時にしか聞けないですが、定期的に聞きたくなります。救われない中でも幸せな気持ちにさせてくれる作品でした。重版がかかった残り3作品、これらも好きです。何度も読み返した作品です。君が好きだった。高校生の宝は母親同士がいとこで、はとこにあたる諏訪の恋人真山に恋をした。俺ならもっと先輩を大切にするのに。どんなに思っても叶うはずのない恋に苦しみ、3人の時間が心地よい一方で切ない時間を過ごしていた。家庭の事情でバラバラになって会えなくなった3人。後編、ずっと君が好きだった。13年後、大人になった宝が真山と再会したところからの話。これは前半があまりにしんどいので後半だけを何度も読み返してしまう作品です。今も後半だけ読み返したい衝動に駆られています。ここで待ってる。これも何度も読み返した作品です。小悪魔ビッチ好きという思考のせいでなかなか恋人に恵まれない成田。ある夜、ゲーバーで一目惚れした美人の雨谷といい雰囲気になるけれど、すんでのところで逃げられてしまう。ところが数日後、成田が師範代を務める空手道場に雨谷が子連れで現れた。小学1年生のロンが空手を習いたいというのだ。好みど真ん中だけど妻子持ち。以来雨谷と子供を挟んでの微妙な付き合いが始まってという話。登場人物それぞれの背景が紐解かれていきますが、これもしんどい話でした。 BL が基本的にハッピーエンドで終わってくれることを信じて読み進めるしかないですね。天外行き、名前しか知らない相手と夜ごと激しく抱き合って眠る旅の青年高知を成り行きで家に住まわせることになった遠目。戻らない恋人を待ち続ける遠目と人懐こい笑顔と裏腹になぜか素性を語らない高知。互いの秘密には触れない共犯めいた奇妙な共同生活。この平穏で心地よい日々はいつまで続くんだろう。けれどある日、高知が殺人未遂事件の容疑者として追われていると知ってという話。これも秀逸なストーリー展開でした。これも私が何度も読み返した作品です。どちらも好きです。叶わない恋をしている。この作品も好きすぎる。交通事故で両親を亡くした片岡子規は大学を中退して3人の弟を育てている。そんな中、バイト先で知り合った神谷から援助と引き換えに神谷の亡くなった恋人の身代わりとして神谷の傍らにいることを持ちかけられる。気楽な大学生のふりをしたまま恋をしてはいけない、寝てもいけない、それが暗黙のルール。分かっていたはずなのに、四季にとって神谷といる時だけが心の安らぎになっていく。だがある日、四季と神谷は越えてはいけない一線を越えてしまいという話。単純な話ではなく、その後の展開で神谷が抱えるものと四季の優しさや強さが心に響く物語でした。雨降りベガ、もう一生誰にも心を開かないし
恋もしない。傷つき堅くなだった文人を優しく説いてくれた彼は絶対に好きになってはいけない人だった。切ない話に何度読んでも苦しく、でも温かくなる話でした。チルチルミチル、ドラマ CD 化もされたこの作品も良かったです。美形だが人の良すぎる如月は部下である里美に密かな思いを寄せていた。叶わぬ恋だと諦めていた如月だったが、皮肉にも里美も芸で片思いに苦しんでいることを知る。やけ酒に付き合い里美を送り届けた如月は勢いに押され彼と一夜を共にしてしまう。しかし翌朝何も覚えていないと焦り謝る里美に対し、如月は傷ついた心を押し隠し彼の恋に協力することを申し出るという話。 CD を聞き返そうと思います。如月役は野島博文さん、里美役は畑野渉さん。間違いのないお二人です。キリがないのでもう少しだけ。これらももちろんどれもすごく良かったのですが、凪良先生のクスッと笑える作品を2つ。すべての恋は病から、初期の作品です。大学生の夏市はいつも人肌に触れてないとダメな謎の持病、モフモフ病の持ち主。その隣に越してきた先輩椎名はクールでモテモテだがひどく汚れた部屋に住む片付けられない男。そんな2人がお互いを補う契約を結ぶことにという話。これも CD 化されていて持っているはずなのになかなか見つからず、探すのに時間がかかってしまいました。多分一度しか聞いていなかったと思います。くすっと笑える話で、これも今聞くと時代を感じる CD でした。それはお前が童貞だからです。これは童貞のまま30歳になって特殊能力に目覚めた男たちの話。都市伝説として知られるいわゆるチェリマホですが、その特殊能力とは楽しい話でした。凪良先生の幅の広さがわかる一冊ですね。美しい彼シリーズ、これは実写化もされてドラマをきっかけに凪良先生を知った方も多いかもしれませんね。私はまだドラマを見られていなくてシーズン2と劇場版もあるのでなんとなく後回しにしてしまっている作品です。近いうちに見ようと思います。私は未読ですがコミカライズ版で読んでいる方もいらっしゃるでしょうか。喫音持ち、無口で友達もいないクラス最底辺の高校生平。そんな彼が一目で恋に落ちたのは人気者の清居。誰ともつるまず平等に冷酷でクラスの頂点に君臨するキング。使いっ走りにされても自分の気配に気づいてくれればいいと清居に忠誠を尽くす平だが、肝がられてもうざがられても死ぬほど君が好きだ。いい意味で本当にキモいです。神への信仰とは裏腹に暴君は平の方で振り回される清居をめでる物語。最初に読んだ時はなんかすごい話だったなぁと思った記憶と大学生編を何度も読み返したくなる作品でした。その後続編の憎らしい彼で完全にはまりました。さらに悩ましい彼が個人的には一番好きです。憎らしい彼と悩ましい彼は何度も読み返しましたし、大ボリュームのドラマ CD も何度も聞いています。平和成役に小野友樹さん、清居総役に斉藤壮馬さん。清居のイメージが最初はちょっとだけ違和感でしたがすぐに馴染みました。やっぱり2人ともうまい。番外編のインタールードを挟み、もちろん5年待った最新作の「ままならない彼」も読みました。ままならない彼では相変わらずの平に笑ってしまいました。悩みながら少しずつ2人が大人になっていて世界が広がっているような気もするし、2人とも成長していない気もするという不思議な感覚でした。イチャイチャシーンがなかったのが少し物足りなかった気もするし、なくても成立しているのはわかるし複雑。このシリーズは BL としてだけじゃない2人の人生を追っているようで、ここまで長く続く作品になって楽しいです。この繊細な世界観を実写で見るのも楽しみになってきました。近いうちに必ず。全体的に振り返ると凪良先生の描く孤独、育ってきた環境や自分にはどうにもならない生きづらさ、読んでいて苦しいものが多いですが、どの作品も読了後には温かいものがこみ上げたり、どうしようもなく心をつかまれている作品ばかりです。何度も読み返したくなる作品が多く、
久しぶりに手に取りたくなった作品ばかりです。未読本が溜まっている中で再読、通勤の往復に CD を聞き返そうと思います。凪良優先生の BL 作品が好きという方はぜひいいねで教えてください。皆さんはどの作品がお気に入りですか？コメントで教えてくださると嬉しいです。もしくは読んでみたくなった作品があれば教えてください。チャンネル登録と高評価は動画作りの励みになりますのでよろしくお願いします。具体的に挙げていないタイトルもありますが、どれも良い作品で最初はランキングにしようかとも思いましたが悩みすぎて無理でした。今後もまた先生が BL 小説を書いてくださることを楽しみに待ちたいと思います。 BL 日記。凪良優先生の全作品を振り返って最初はランキング形式にしようと思いましたが悩みすぎてハゲそうになったのでやめました。無理でした。ちなみに私のベスト3を無理やり絞り出すとしたらおやすみなさい、また明日、ショートケーキのいちごには触らないで、悩ましい彼の3冊が同率1位です。